僕もはっきりも古いことだか覚えてないけど、普通はみんなこうやって立つで構えるでしょ。なんかこんな感じ、まあ私もちょっとこんな感じやったことあるから、それを回してみればわかんないけど、なんかこんな感じだった。棒立ち。だから空手士の本筋の技で修行しよう、そういうことになるという、そういう感覚はない。ただ俺の先生はなんとか一般の社会人にしようと思って預かったんだろうけどね、結果的にはね、ヤクザとか構想で刺されて。蹴りとか好きですとどちらがあれだ？荒い。蹴りだね。蹴りが。荒い。だから蹴りというものはすごく大技なんだよね。私から言わせたら。だから蹴りを最初に出す場合はやっぱり蹴りと突きがものすごく連動で、蹴りが強く突きも強くというふうに、鍛えていかないと蹴りだと攻撃っていうのは難しい。だから相手が自分に弱ければ蹴りで崩して突きでとどめを刺す。だけど私の場合はまず突きで相手の構えを崩しておいて、要するに腹の辺が開くから、そこを蹴りで、倒すというふうに僕は知って、僕自身の技としてはそういうふうにした。どうしても人間っていうのはね、攻撃された場所が集中的に神経が集まるから、他がね、柔らかくなる。これ僕の考え方なんだけど、実際に自分で組んでやる。はっきり言うと、自分に合った攻撃を研究して、そういうふうにしたわけ。だから蹴りが強ければ、確かに蹴りで攻撃したくなるんだけど、動きが大きくなるからね、蹴りは。だから絶対に蹴りからの攻撃はすべきじゃないっていうことじゃないんだよね。だからいかに蹴りと突きが連動しなかったら威力を発揮できない。だから春山にしても、それからあと誰だっけ、名前忘れちゃったな、芦原がどうしてもね、体の大きさと顔でね、その道場での稽古としては相手を圧倒するから技が伴っていかないんだよね。だからそこがね、やっぱしね。で、俺みたい優男っていうのはやっぱり技が優れてこないとそのポジションは維持できないから、もう本当に真剣になって技っていうのをしたね。だからそれは第一にスピードだよね。それと構えが崩れないってことね。だから目をつぶらないってこと。どうしても目つぶるからね。あとはどうだろう。あとは極意の部類に入っていくから、ちょっとそれは言葉では言わないで生徒一人一人に教えようと思う。みんなそれぞれのね、特徴があるから、その特徴をいいところを生かして、それでちょっと悪いところっていうよりも、ちょっとそれは、余分だろうっていうところは、ちょっとそこをうまく違う技に変えてやるとか、そういうふうに今までの指導の中から得たもの。他には先ほど霧の話が出ましたが、本で読んだ知識で申し上げます。小沢七郎さんという方が前蹴りが強かったという、結構語ってらっしゃる方多いんですが、俺もそれは言ってる。小沢一郎前蹴りが強い。やはり構えとしては後屈立ちの構えから、さっき今先生がおっしゃったように
空いたところで前蹴り入れたりとか、通常の、前蹴り、通常のって言い方はおかしいですけど、要するに構えが崩れない前蹴り、大体でもほとんどの生徒はね、蹴るとね、構えが崩れる。あまりにも力入れすぎて。だけども、100の力を100で蹴るんじゃなくて、100の力があったら、最初の蹴りとしては10ぐらいの力で蹴って、当たる瞬間に残りの90ぐらいを持っていくと。だけどそれは難しいことなんだけども、やっぱりそれは意識的にやっぱり認識していかなきゃいけない。だから普通に前に練習するんじゃなくて、ところが実際に当てた時にはね、グッとこう入っていくんだよね。こう入り方もあるし、こういう入り方もあるんだよね。体をぶつけながら入っていく。だからそれはね、生徒一人一人の得意と得手っていうのがあるから、得手っていうのは得意ってこと、はい、だからその生徒によってあっちで、だからあなた方が今度は帯が茶帯になる黒帯になった時に風景っていうものを利用していくから、そこの難しいんだよね。技を自分で考えている技をそのまま相手に出していくんですね。避けるんじゃないかとかね、相手の攻撃が相打ちで来るんじゃないかとか、いろんなことが頭に出てくるから、そこを乗り越えて初めて威力が出てくる。今の前蹴りに関してなんですけども、茂師範も前蹴りが強かったっていうふうに聞いたんですが、あんまり強いとは感じないけど、普通だと思うよ。ああ、そうですか。普通だと。ただね、彼とか中村忠はね、やっぱり自分のなんていうの、待望っていうのか、なんていうの、望みを海外で、ね、労働を開きたいっていう、そういう希望を実際に持ってって、実際に開けた。そこはすごいと思う。だから技はね、やっぱり私自身が教えてたからこうだああだって言えるけども、やっぱり本人にとってはその一つ一つの技は非常に難しいことだ。一人で練習するときはその技が出る。だけど倒す相手に向かった時の技っていうのはね、なかなか出ない。どうしても。なぜかというと反撃食らうからね。蹴ってそのまま入ったらバチッとくるからね。相手だって必死だからね。だからそこをすり抜けて飛び越えて相手を倒せる技っていうのはまずスピードなんで、それと威力のある技、突きにしても蹴りにしても、それと構えを崩さない。それから目をつぶらない。まずその辺だな。